激セマ水産です。お世話になっております。というわけで早速本日カットしていくフィッシュがこちら、花咲ガニでございます。本日はねこちらの花咲ガニをボイル塩茹でして食べていこうと思うんですけれども、本日はね激セマ水産史上初のアルコール登場会になるかなという感じでね、最後までごゆるりとお楽しみいただければと思います。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、というわけでねカットしていきましょうって言っておきながら、まさかの初手茹でからでございます。すでにね沸騰してグラグラと沸いているこちらのお湯でございますね。でこちらに塩を入れていくんですけれども、だいたいねカニ 30% から40%、 いや違う 3% から 4%、 どっちだっけ。とりあえず海水よりもちょっとしょっぱいぐらいなんですよ。なので大体こう参考にするためにね、皆さん一回とりあえず海水を舐めておいてください。その海水のしょっぱさよりもちょっとしょっぱいなっていうぐらいにしていきます。とりあえずね海水って舐めると分かるんですけどガチでしょっぱいんですよ。なので結構な量の塩を入れていきます。はい、というわけでね結構な量の塩が入りましたので、ちょっとここらでね塩分濃度をね、もうやっぱり味頼りですよ。自分の舌が頼りです。あ、これはね海水よりちょっとしょっぱいです。かなりガチな感じですね。でも海水とやや同じぐらいのしょっぱさなんで、もうちょっと塩入れてっちゃっても海水よりしょっぱい感じになりますね。こんぐらいで多分海水よりしょっぱいと思います。あ、これは海水よりしょっぱいです。ちょっと海水のねしょっぱさがわからないっていう方はぜひ海水1回舐めてみてください。ということでここにねこの花咲ガニを投入していくわけなんですけれども、花咲ガニね、由来として茹でるとめちゃめちゃ真っ赤に綺麗に色づいて、そういったところから花咲ガニというふうに言われているカニなんですね。でこちらカニを茹でるときには基本的には甲羅を下に向けて入れていってください。味噌とかねそういうのが甲羅上だと流れ出ちゃうみたいなところありますんで、ほらもうすでにねちょっと赤くなってきてますもんね。はい、ちょっとこう反対向きに入れてっちゃいましょうか。熱いということで一旦このカニを入れた状態から再沸騰をまずさせます。じゃあ再沸騰させるところまで飛びましょう。はい、というわけでカニさんを入れてから再沸騰いたしました。大体ねこう再沸騰してからこの花咲ガニのサイズで大体3、400g ぐらいのサイズなので、大体この再沸騰から15分ぐらい茹でれば OK かなっていう感じでございます。ということでねちょっと茹だるまで時間もありますのでね、ちょっとうんちくでも垂れようかなって思っております。こちらね花咲ガニという風に言うんですけれども、厳密にこちらカニではないんですね。ご存知の方はねご存知かもしれませんが、タラバガニもカニじゃないという話結構有名なんですけれども、花咲ガニもそれと同じような感じでカニの仲間では厳密ではないんですね。どっちかっていうとヤドカリの仲間で、いわゆる修練進化っていうもののねうちの一つですね。今度はヤドカリの仲間なんですけれども、やっぱねカニのフォルムって多分海の中で生きていく上で理想的なフォルムなんですよね。カニかっこいいですもんね。このね海中の節足動物がカニみたいな形にカニ化していくってことをねカシニゼーションって言うんですけれども、なんかもうカシニゼーションっていう名前がかっこいいですよね。ちょっと技名ですよね。クレイカシニゼーションって感じでございますよね。自分はね中二病をずっと引きずってしまったおじさんなので、そういったところにものすごく反応してしまうところがあります。ではねヨタ話もそれぐらいにして、カニが茹で上がったタイミングまで時間を飛ばしていく。はい、皆さんカシニゼーションということで、こちら花咲ガニが完全に茹で上がりました。じゃあこの茹で上がったね花咲ガニをこれからねちょっとバットに移していきたいと思うんですけれども、トングなどがお家にある方はぜひトングなどを使われてください。ただトングなどがこの激セマ水産にはないので、ここは気合で手でいくしかないですね。はい、ものすごい熱いです。いやガチでやべえな。熱いせーのよいしょ。熱い。うわめっちゃ綺麗。めちゃめちゃ赤い。はい、じゃあもう一匹もね気合でいっちゃいましょう。せーの熱い。せーのはいよし。はい、というわけでご覧ください。この真っ赤な美しいボディ、トゲトゲしててね真っ赤でね、もうこれ、分かる人にしか分かんないんですけれども、逆襲のシャアの小説版に出てくるハイニューガンダムと戦ったシャアが乗った機体のナイチンゲールにそっくりですよね。モビルスーツの中で一二を争う好きさです、ナイチンゲール。というわけでこの茹で上がった花咲ガニでございますが、もちろんねこのまま食べても美味しいんですけれども、こちらをねこのように氷水を作りまして、この氷水でね危ない。このようにね氷水にね入れていって5分間ほど締めていきます。
茹でたて食べた方が美味しいやんけって思うじゃないですか。一回ねこの茹でたカニを氷水で締めることによってこの殻とね身の身離れが良くなるんですよ。かつ美味しい締まった身になりますので、茹でたカニはねぜひ一度氷水で締めることをお勧めします。はい、というわけで氷締めが終わりまして、見てください。もうツヤツヤに綺麗に、もうトゲトゲがやばいですよね。多分グーで殴るよりもこれで殴った方がね殺傷能力が高いと思います。というわけで本日今のところ包丁全く使ってないやんけ、激狭水さん包丁今日使わんのんかいなというふうにね思ってらっしゃる方もおられると思うんですけれども、使いますよ包丁。それはねもうなんやかんや言うてもうじき2年になりますよ。2年になる魚さばきチャンネルをやっていて、包丁使わん動画なんかあんまり魚さばきチャンネル見てる人好きやないやろなっていうことぐらいはさすがに分かります。いくらこの売れてない激狭水産でもね。というわけでここのねふんどしの部分から外していきます。もうねここ濃厚な味噌がすでにここでもねぎっしり詰まってます。結構タラバとか花咲ってこっち側のふんどしの部分の中も美味しいので、ここも捨てずに切るだけ切って取っておきます。でね、なんかこうスーパーとかでね年末年始とかにやってるカニのパック、あのね詰め方めちゃめちゃ美味しそうに見えるじゃないですか。そんな感じでね今回はちょっとこのカニやっていこうと思うんですけれども、まずはこうやってね甲羅をガバッと外していきます。はい、結構ね味噌たっぷりですね。ただこの花咲とかタラバとかの系統っていうのは味噌はあんまり美味しいって言われないんですよね。ちょっと脂っこさがあってくどくてっていう感じで、なのでちょっとねもう中の汁とかさっきの冷水とかなんで汁は茹でたばっかなのですすりたいんですけれども、ちょっと流していきます。はい、ということでここで殻が取れました。であとはねカニをやるときにはまあ誰でも知ってると思いますけれども、ここのねガニって言われる部分ですね、まあエラ的な部分なんですけれども、ここのところはねこうやって手でむしって取れるんで取っていきます。ただ鼻先はねもう見ての通り完全にねナイチンゲールみたいなトゲトゲがありますので、指を怪我する危険性がありますのでね、そこを気をつけながらここのガニの部分をこういう風に取っていっちゃいます。でここまで来ましたらこれを2つにまあ割っていこうかなって感じなんですけれども、2つに割っても割らなくてもどっちでもいいんだよな。まあ割りますか。はい。ということでちょっとねここでね見てほしいんですけど、ほらタラバとズワイってもうカニ日本代表みたいな顔してるじゃないですか。カニは基本的に爪を含めて足が10本なんですよ。でこの鼻先とかタラバっていうのはこの爪を含めて足が12348本なんですね、対になってて。そこがまあ明確なカニとの違いっていうところなんですけれども、ただカニの中でなんて言うんだろう、こう生物学的な分類上何々目ってあるじゃないですか。そこはこの鼻先ガニもズワイガニも10脚目っていう分類をされてるんですね。で10脚目なのに足10本ねえやんっていうツッコミが入るんですけども、実はねこのお腹の中を自分で掃除するためみたいな足がちょこんと実はあります。ということでね堂々と10脚目を名乗ってもろてというところでございますね。ここね胴体の部分が取れましたらもうこうやって足ザクザクっとみんな取っていっちゃいますね。はい、ということで、こういうね表面のところ、特に鼻先はトゲが鋭いんでサクッと、はい、こういう感じでねすごく身が取りやすいので、本当はねめちゃくちゃめんどくさいんで一人でもしカニ入れて食べるってなったらやらないんですけども、こちらをね一本一本丁寧にやっていっちゃいます。これねこういう感じでね普通にやってるんですけれども、結構こうやってカニとかね立ててこういう感じで包丁入れていくのって結構ずるっといってめちゃくちゃ手切りやすいんで、皆さんやるときはね本当にそこは気をつけてやってください。ていうか本来ねカニは包丁よりもキッチンバサミとかでご家庭でやる場合はそっちの方がいいと思います。慣れてない人はねカニは包丁じゃなくてキッチンバサミでやりましょう。ということでね、なんやかんやでね、このようにね、食べやすく、こう身がね、露出してる状態にみんな足ができたので、これを盛り付けていきます。で、盛り付けるってなるとね、まずは、本当にね、甲羅を上からガバッてやった方がね、カニって感じがしてかっこいいんですけれども、甲羅は基本的にはこっちを向けます。やっぱね、味噌とかがね、だろっと出ちゃわないように、こういう風に向けていきます。で、ちょっとね、この胴体の部分をそこにね、乗せていく感じでやっていくんですけれども、ということで、ここにこう、ちょっとずらしてこんな感じでね、乗せていって、そうしましたら、あとはね、この足のついてた順にみたいな感じでね並べていっちゃいます。ってことでね、ここにあとはこのふんどしをちょっと添えてこんな感じでね持っていくといいですね。本当はね笹とかあったらねめちゃくちゃかっこいいんですけれどもね、買い物してる時の思いつかなかったな、時すでにお趣旨って感じですね。というわけでね、こちらのカニも同じようにこちらに盛り付けていきます。はい、ということで花咲ガニを醤油でこれにて完成です。
ことで本日もいただきます。というわけで今日はね、こちら花咲ガニのボイルですね。こちらと初の激セマ水産アルコール会ということで、こちら上善ですね、上善水のごとし、こちらを購入してまいりました。カニなんでね、コーラ酒的なのをやりたいと思って、普段はあんまりお酒飲まないんですけれども買ってきました。ということでね、まずカニっていきたいんですけれども、せっかく初めてのアルコール会なんで、先にねちょっとお酒乾杯させていただきやすね。なんか日本酒って何に継ぐんです？なんかおちょこ的なもの。はい、ということで、ではではお先に乾杯いたしましょうか。乾杯。いただきます。お酒は苦手なんですけれどもね、日本酒はなんか飲みやすくてね、結構飲めちゃうところがあります。上手、美味しいですね。ということで、ではではこちら花咲ガニ行ってみましょう。足からいきますかね。箸を使ってね、こうほじくるようにしてこんな感じで身が取れていくんですけれども、やっぱりね氷締めしてるんで身離れがいいですね。身が取れたのでね、まずは身の味を確かめていこう。いただきます。うまい。間違いなくうまい。実はね、うち結構実家がお母さんが無類のカニ好きで、ちっちゃい頃から結構カニの英才教育を受けて育ったんですよ。なので結構カニの美味しさに関しては結構味わかる方だと思うんですけれども、花咲ね、この時期の花咲は本当に美味しい。で皆さんカニのね旬ってね言われて思い浮かべるのって大体冬だと思うんですよ。そうなんです。カニって大体冬が旬なんですけど、実はこの花咲夏なんですよ。だいたいね7月から9月にかけてぐらいが旬で、実はね今こうやって箸使ってカニ食べてますけど、実はね普段カニ食べる時にね箸なんて使わないんですよ。もうカニなんてね上品に食べようなんて思うな。もうカニなんかね手べちゃべちゃになりながらね、口の周りギタギタにしながら食べるもんなんです。ということでね、やろうと思ってた甲羅酒、これってあれですよね、大人だったらみんな好きってやつですよね。言うて自分はあんまりなんですけど、言うてこれやらんかったらって感じですよね。ちょっとこのにね日本酒を垂らしまして、ではこちらねちょいと溶きまして、ちょっとすすっていきます。いただきます。別々の方が好きだな。むせちゃう。というわけで今日はね上善があったからねないと思ったでしょ。なわけないでしょ。本日もエナジー注入1本いただきます。おはようございます。というわけであとはのんびりと味わっていきます。というわけで本日もごちそうさまでした。はい、というわけでね、激セマ採算、はい、見事に酔っ払いました。このぐらいしかね飲んでないんですけれどもね、これしか飲んでないのにもかかわらず酔っ払いました。もうだからね動画でお酒飲まれへんね。ということもね関係ないんですけれども、花咲ガニ非常に美味しいカニでございました。でね、この動画自体はねおそらく6月中ぐらいにはリリースできると思うんで、7月から9月にかけて美味しいカニでございますので、もし市場などで見かけたらぜひぜひ召し上がってみてください。というわけで本日の激セマ水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。